はじめまして、おかんです。数年前に突然、頭の中の思考が消えました。過去のことや将来の心配や、失敗したことやあの人の噂話、この人への不満。つまり、頭の中をぐるぐる回っている独り言の思考が完全に消えてなくなったんです。いわゆる悟りとかマインドフルネスなんて呼ばれている状態です。ほんとすみません。こんなノリのおかんなのに悟りなんて言っちゃって。思考が消えたまま普通に楽しく生活してきたんですが、多くの方から一体どうやったの？やり方を教えてよと尋ねていただき、本を書くことになりました。そうなんです。やり方があるんです。ある日突然に思考は消えましたが、そこに至る変化のステップをおかんは全部覚えてるんです。ラッキー。意識の目覚めが起きたらこうなるという情報はいっぱいありますが、そのやり方の情報は少ないように感じます。誰にでもチャンスはあっていいはずです。思考が消えたらどうなると思いますか？外側の世界と関係なく幸せ感に溢れている。嫌なことを思い返さない。自分の目標に集中できる。世界をコントロールしなくていい。つまり、めっちゃ幸せになります。ストレスがゼロです。心が安定して自由で、とにかくハッピーです。そして、意識の変容。自分の意識が静かに変容し始めます。魂とか、すべては一つの意識とか、生命はつながり合っているなんていう、いつかどこかで読んだ言葉を生々しく体感します。きっとあなたもこうおっしゃると思います。うわ、本当だった。知識として知っているのではなく、体感するとき、人生が変わります。ですからこの本は、思考を消して自分という意識を変容したい、それを体感したいという人向けの内容になります。超マニアックです。そんな人いるんでしょうか？あ、目をそらさないで。あなたです。そうです。あなたのことです。チャレンジしてみます？こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、左脳さん、右脳さん、あなたにも体感できる意識変容の5ステップという本をご紹介したいと思います。皆さん、マインドフルネスとか悟りといったワードに興味はありますか？ワードは聞いたことがあるし、ちょっと興味はあるかもしれない。ですよね。僕も一緒です。そんな方にぴったりの本を見つけちゃいましたよ。著者はネドジュンさん。若い頃に心身症を患ったことから、心理ワークや精神医学に関心を持っていた彼女ですが、ある日突然、頭の中の思考がパチンと消えて、完全なマインドフルネス状態になります。そして思考が消えたおかげでストレスゼロ、幸せ感が溢れまくり、不思議な体験が次々と起こっていくんです。そんな思考なしで生きる彼女のネドジュン式意識変容を脳科学やスピリチュアルの観点からめちゃめちゃわかりやすく笑いとともに伝えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか？全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。作戦会議。あなたとおかんで意識変容に向けた作戦会議が開かれたようです。そもそも何をするんだって話でしたよね。この本の目的はあなたに意識変容を体感していただくことです。そのためにどうしても必要なステップが5つあります。1、思考を止めること。2、直感を信じること。3、
意識を今ここに集中すること。4、思考が引き戻そうとするので、その度に直感を選ぶこと。5、最後に思考が強い反逆を起こすので、それを乗り越えること。この5ステップがそれです。簡単そうでしょ？滝に打たれたり、インドを旅したりしません。普段の生活の中でできることばかりです。何しろ、おかんがスーパーに買い物に行ったり、PTA のお仕事をしたり、パートタイマーで働いたりしながら完遂できた内容ですから。ところで、意識変容って何だと思いますか？ふっと意識が遠のいたり、不思議な声が聞こえたり、神秘的な体験をすること？まあ、大体当たってます。それら一つ一つを体験してみたいと願って目的にするのもいいのかも。でも、本当に心が震えるのは、世界がもっと深いところで全部つながっていて、自分がその大きなつながりの一部なんだと知ることだとおかんは思います。自分って何なんだという永遠の問いに答えが出ること。それも言葉や知識ではなく体験で理解することができること。よろしければそこへ向かって進んでいきましょう。そしてそれらがどんな体験であるにせよ、すべては思考を止めることから始まります。この本では脳の神経回路を切り替えることをベースに、意識とその働きのおかん流概念にのっとって話が進みます。できるだけ楽しく愉快な気持ちで取り組んでいただきたいので、あまり生真面目な展開にはなりません。笑いながらチャレンジしてください。まずはこの本の登場人物たちを紹介させてください。わけのわからないノーキャラが出てきます。最初に申し上げておきたいのは、こいつら本当にいるんですよ、ということです。登場人物その1、おかん。外側から見た時の一個体。一人の人間として扱われるよ。サラリーマンの夫と高校生の娘と共に、3人で楽しく暮らす凡庸なおかん。若い頃に心身症を患ったことから、心理ワークや精神医学に関心を持ちました。以来、30年近い自己探求の末、ある日突然、頭の中の思考が消えました。ビビりました。この本では、著者個人というスタンスではなく、単純に一人の人間という存在、個という肉体という風な扱いで登場します。大阪市出身、千葉県在住。登場人物その2、意識の焦点さん。おかんという個体を構成する意識の一つ、私。これはあなたのことです。あなたは意識ですよね。そしてあなたの肉体の目を通じてこの本を読んでくださっている。そうですよね。間違いありません。意識の焦点さんはあなたのことです。ここではあなたのような意識のことを意識の焦点さんとお呼びします。絵柄はおかんの焦点さんになっていますが、これは実はあなたのことだと覚えておいてください。この本はあなたが主人公となり、あなたの冒険の物語になる予定です。あなたが中心の物語で、あなたが変容を体験するでしょう。そしてあなたといくつかの意識たちが力を合わせてあなたという個人を生きる。そんな物語になるはずです。あなたがなぜ生まれたのか、あなたは何をする運命なのか、体験の中でこの本に書かれている以上の様々な真実に出会うことでしょう。登場人物その3、左脳さん。おかんという個体を構成する意識の一つ、思考の意識。意識の焦点さんと共に個人の意識を構成する存在です。言葉による思考を担当します。この本においては恐怖のラスボス扱いですが、その後素晴らしいパートナーとして大活躍してくれる頼りになる意識存在です。人間社会の中で生きることに特化した意識で、人工的なもの、名前のついたもの、社会のルール、時間管理、人間同士のコミュニケーションが得意分野です。今ここに意識を向けることは苦手で、過去や未来を考えるのが得意です。登場人物その4、右脳さん。
おかんという個体を構成する意識の一つ、直感の意識。右脳さんは幼い自分の姿をした不思議な意識です。直感を担当してくれます。自分を構成する意識の一部分ではありますが、ひょっとするともっと高次元の意識の一部なのかもしれません。右脳さんはほとんど言葉を使いません。言葉の代わりに思い浮かんだ絵や歌の歌詞や何気なく見た写真、本の一節で目に留まった内容などにメッセージが込められていて、右脳さんとコミュニケーションをうまく行うにはコツがあります。右脳さんがあなたの中で活性化すると、人生の奇跡をたくさん見せてくれます。機能意識。おかんの思考が消えても普通に生活できているわけ。はい、登場人物が出揃いました。おかん、意識の焦点さん、左脳さん、右脳さん。よくわからない登場人物たちです。実はもっといろいろ登場してくるんですけど、とりあえずは人間一人と意識が3名。おかんという一人の人間の中に意識が3つあるというお話です。今、おかんの頭の中に言葉で流れる思考はありません。何をしていても次の瞬間、完全に今ここに戻ってこれます。そのままずっとそうしていられます。深い瞑想をしながら暮らしているようなものです。そうなるとですね、おかんの意識が今ここに完全にいるということは、意識の中に未来の予定や過去の出来事がないということです。未来を恐れたり、過去に悩んだりすることがない代わりに、スケジュール管理もできないわけです。もちろん重要な予定はメモを取って管理していますが、それ以外にもちょっとした予定や覚えていなくてはならないことはありますよね。それをやってくれるのが左脳さんなんです。画面上には見えないけれど、影で動いているスケジュール管理アプリのような存在です。ちょうどいい具合に、つい先日こんなことがありました。おかんが家事をしていると、脳内に税金、税金という強い調子の言葉が浮かびました。全く突然で、前後でやっていたどの家事にも関わりのない言葉だったので、手を止め、その言葉に集中してみました。何も思い当たりません。次に頭の中に封筒のビジョンが浮かびました。ここでようやく、あっと声を上げ、思い出したのです。県民税の支払いの封筒がだいぶ前に届いていて、ちらっと見てテーブルの上に放置していたことを。やばい。もしかして支払い期限が過ぎちゃったかも。その期限がいつだったかもよく見ていませんでした。慌てて探し出して確認してみると、支払い期限は翌日でした。つまり、締め切りの前日に思い出せたことになるのです。これが左脳さんの仕事っぷりです。期日やスケジュールに鋭い能力を発揮してくれます。同時に封筒のビジョンは右脳さんが手助けしてくれたのだと思います。そんなこと恐ろしいよ、と思われるかもしれませんね。現代人はスケジュールや約束事がとても大切なの。それを手放して今ここだけに集中しているなんて、そんなの無理無理。仕事もできないじゃない。友達もなくすわよ。そう考えられるのは当然かもしれません。でも、実は同じなんです。思考があって未来や過去のことを考えていた時も、やっぱり左脳さんがその分野を管理してくれていて、思考の形で思い起こさせてくれていたんです。そのことに気づいたのは思考が消えてからでしたけれど、私たち意識の焦点は、他の機能意識が水面下でやってくれていることに対して、後から私と主語をつけて手柄を横取りしていたのです。ちょっと例えてみます。心臓はあなたの意志とは関係なく勝手に拍動していますよね。ドクン、ドクン、ドクン。拍動して血液を全身に送ってくれています。あなたが眠っている時も、心臓のことなど忘れている時も、変わらず最適なテンポで拍動してくれています。これをあなた、意識が拍動させていると思い込んでいるとしたら、とても奇妙なことになります。私はなんて拍動が下手なんだ、と悩んでみたりします。もっとテンポを上げていった方がいいんじゃないか？若返るかもしれないし、努力が足りない気がするよ。
たまに拍動がスキップしたりします。軽い不整脈ですね。ああ、また拍動を飛ばしてしまった。こんなにもうまくやれないなんて、私はダメな人間だ。他の人はもっとうまくやっているに違いないのに、どうやったらうまく拍動できるのか、インターネットで調べてみたけど、誰も書いてなかったよ。はい。それ、あなたがやってるんじゃないよ。ですね。ちょっと、その自分が拍動してる気になってるの、やめてもらっていいですか？やめても心臓、動いてるでしょ？どう？実は、思考も同じなんです。思考は脳が勝手に紡ぎ出しています。心臓の拍動と同じなんです。それを必要な時に意識が同調する形で使わせてもらっています。すでにそこにある思考に対して後から私と主語をくっつけるイメージです。ただもうそれが癖になってしまっていて、ほとんどタイムラグなしに同調してしまうんです。自分が思考していると思い込んでしまっています。いいえ、思考しているのは脳の機能です。あなたと思考は別なんです。思考は脳の自動機能です。だからあなたがそれを手放しても同じように機能してくれます。その機能は消えないんです。なぜなら、左脳さんがそれを行ってくれていて、実際に今この瞬間も思考しているのは左脳さんなんです。それはタイムラグなくあなたの脳裏に聞こえてきて、あなたの声に似ていて、あなたは乗っかってしまいます。これを聞こえなくすることができるということなんです。つまり、ミュート機能です。ミュート機能をオンにすると、普段のどうでもいい思考は聞こえてこなくなります。本当に重要なことは、左脳さんが大きな声で教えてくれるから安心です。なぜか急にそのことを思い出したのよ、というあれです。今ではおかんの日常のほとんどすべて、左脳さんが教えてくれています。左脳さんを心底信頼することで、おかんは今ここにいることができるのです。左脳さんに感謝しています。ところが、思考が消える前までは、この左脳さんこそが恐怖のラスボスでありました。思考を暴走させ、エネルギーを独占し、ストレスを生み出し、不眠にしたり胃を痛めたり、これから思考を止めようというあなたにとって最悪の敵となる存在です。さあ、どうやって乗り越えましょうか。心と滅却すれば瞑想や、まずは意識を集中して思考を止めていこうか。思考を止め、なんかお腹減ってきたな。朝ごはん何食べたっけ？せや。フレンチトースト焼いたで。カロリー高いがな。明日はお茶漬けにしよう。それよりも今日のお昼や。また焼きそばかな。冷蔵庫に豚肉あったかな。って、しもた。瞑想中やった。めっちゃ思考してしもた。あ、キャベツはあったわ。思考を繰り返させ、あなたを感情的に揺さぶる左脳さん。その武器は過去と未来と人間関係。私たち意識の焦点さんは、この思考に振り回されることから脱出するために、今ここを強く選択する必要があるんです。左脳さん、右脳さんとも数年来の付き合いになり、自分というシステムが相当理解できました。今では望むことが楽しくて、様々なことを望み、憧れ、そして叶えています。ほら、本だって出せましたよ。あなたの夢もぜひ叶えてください。まずはとにかく脱思考。左脳さんからの脱出ゲームにチャレンジしていきましょう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？なんだか頭で考えるのではなく、感覚的に理解できるような感じがしませんか？かなりドラスティックに意識の持ち方を変えるという話なので、ハードルが高くなってしまいがちなのですが、おかんの軽妙な語り口でわかりやすいし、くすっと笑っちゃうし、それでいて、最後はどうなるんだろうってエンディングが気になったりする構成がすごいんです。Amazon のレビューをいくつか紹介すると、軽い気持ちで読み始めましたが、引き込まれるほどに面白い内容で、とても満足しました。とにかく読みやすかったです。
おかんが語っているという設定だからでしょうか。マインドフルネス瞑想がとっても楽しくできるようになりました。文章のリズムが良く、面白く最後まで読めました。軽快な文章ですが、内容はとても重要なことばかり。探求の続編報告を楽しみにしています。まさにこの通りで、わかりやすく、読みやすく、面白くて実践できるっていう何拍子も揃っちゃっている本なんです。しかも、本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されているので、会員の方は無料で読めるんです。ページ数もちょうどよく、数時間もあればさらっと読めてしまうボリュームです。マインドフルネスや悟り、潜在意識や脳科学などにほんの少しでも興味のある方は、かなりおすすめの一冊ですので、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム、見つかりました？チャームの数は、全部で3つです。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。